つまりお客さんの注文に応じて端末で酒の詳細ページに進む。それから書いてある指示に従ってそこの調合機で調合すればいい。ジガーカップとシェイカーは使ったら洗うこと。もちろんカップは原料一つごとに洗わなければならないってわけじゃない。どうした？夢が壊れたという顔だな。店長が作った時は直接瓶から注いでたじゃない。どうして私は機械から絞り出さなきゃいけないの？私はカウンターに立つようになって数年経つ。同じレベルをインターンに求めることはできない。機械の中の材料は私が事前に入れておいただけだ。君が慣れたら私みたいに棚から出せばいい。ほら、これが 30ml のカップだ。この線はそれぞれの容量を表している。まずは水を入れて感覚になれるんだ。こうかな？違う。それはアルコール度数 96% のウォッカだ。本当にこれだけでいいのか？変かな？変に決まってるだろう。幸せそうな顔で毛布を抱え物置で寝るやつがどこにいる？前に寝てた場所よりマシだと思うけど。街ではどんな場所に住んでたんだ？まあ想像はつくが、まずは毛布を持ってくるんだ。物置に1階から運んだソファーがあったはずだ。後でソファーを出してきてやるからそこで寝るといい。お客さんへの挨拶を覚えるの？昼間お客さんとの接し方を聞いてきたのは君だろ？でも私はただ店長が教えてくれたことをメモにまとめようと思っただけなの。毎日ノートを抱えたまま客と会話するつもりか？手がいくつあっても足りないぞ。普通ならインターンには酒をうまく出すことしか求めないし、コミュニケーション能力まで強要しない。けど君が本当にやりたいのなら挨拶ぐらいはできないといけないだろ。ほら、今うちの店に向かって歩いてくるのはボロトネイ東区最大のギャングのボスだ。彼に好印象を与えるといい。どうも姉御、聞いた話じゃまた。そのワームファイヤーへいらっしゃいませ。うん、店名を間違えた以外はまあまあかな。ゴルカ、起きるんだゴルカ。店長、仕事は終わったの？さっき少し前倒しで閉店したところだ。平日の夜中はもともと客が少ないからな。私は先にシャワーを浴びる。疲れたならそのまま上で寝るといい。カウンターは寝心地が良くない。何かを落として壊せば余計な出費が増える。よいしょっと。しばらく滞在する場所を探そうと思っただけなのに、ちょっと順調すぎない？
あ、おかえりなさい、リュドミラさん。残業お疲れ様。食べたがってたマカロニをテイクアウトしてきたわ。今食べる？保温袋に入れてくれたけど、カティアの気候じゃあまり役に立たなそうね。あ、その辺に置いておいてください。もうすぐこの表の入力が終わりますから。わかったわ。事務員は毎月何日も忙しい時期が続くんでしょ？仕方ありませんよ。この時期に忙しくないとアイギスのスタッフらしくありませんからね。ずっと暇だと不安になってしまいます。うちの部署のみんなはここ数日次々と忙しい日々から抜け出しました。今夜は一緒に気晴らしに行くんです。なのにあなたはまだここでデリバリーを食べているの？後でお酒を飲む予定なので大丈夫ですよ。マーニャがバーチストリートで良いバーを見つけたらしいので、みんなで行ってみることにしたんです。リュドミラさんもご一緒にいかがですか？この前面倒な書類を手伝ってもらったのにまだお礼をしていませんでしたし。本当に？じゃあ準備をするからちょっと待ってね。ごめんなさい。急に暇じゃなくなったわ。彼氏ですか？だったらいいんだけどね。ごめんアンナ。お礼はまた今度にしてね。パスタは熱いうちに食べて。みんなによろしく。あなたが暗号化チャンネルを使っていることを心から願っている。これは公衆電話よ。ボロトネイには24時間あらゆる公衆電話をモニタリングするような特別チームはないから、そこは安心してちょうだい。でも手短にね。どうして急に連絡をくれたの？そんなに焦らないでほしい。以前のあなたは周囲の環境と通信回線のセキュリティを重視していたのではなかったか？ただ知らせたいことがあっただけだ。数日前の業務でちょっとした事故が発生した。事故そのものが私たちの想定外だったのだが、全体への影響はさほど大きくない。すでにボロトネイに人員を派遣して収束を図っている。そこで間もなく町では何らかの事件が起こるはずだ。その影響のコントロールに手を貸してほしい。ずいぶんお詳しいですこと。そんな根拠のない情報で適切に対処しろですって。後始末さえしてくれればいい。ボロトネイは平和な町だから、その時が来れば必ず気づくはずだ。私にはその事故がどんな性質のものかを知る権限すらないの？それは電話で話していい内容ではない。暗号化通信であったとしてもだ。リュドミラ、私がいる場所は知っているだろう。後であなたの通行権限を上げておく。本当に行動を起こす前にそれなり